日本はもう終わりですけど、いい思いをしていた、今もしている上級国民は、その前に滅ぼすべきだと思うんです。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と共に、あと拭いきれない欲望とも共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、また始まりましたけれどもね、そうなんです。このチャンネルはね、世界を滅ぼすというね、頭のおかしい世界最悪の最低の史上最低のチャンネル、この冷え冷えとしたね、ろくでもない狭い空間からお送りします。そういうチャンネルです。ネガティブなことしか言いませんよ。私ネガティブマンです。今日はね、死について、死とは何なのかっていうことについてね、短くね、語っていきたいなと思います。結局分かりませんね、死というのはね。結論から申し上げてとても怖いものですし、何もわからないですよね。人類のおかしいのはですよ、あらゆる研究だったりとかね、たくさんありますけれども、まず死というもの、また死んだ後の死後の世界は本当にあるのかっていうところをもうちょっとね、研究してもらいたいですよね。100年後には、まあ少なくともね、150年後にはね、今いる生まれたての赤ん坊も含めてね、人類は常に入れ替わるわけですよね。まあ大体100年後にはもう誰もいないわけですよね。今を知っている人たちはね、入れ替わるわけですよ。私もね、いい年になりましてね、なんでこんな話をするのかっていうとね、4月9日っていうのはね、あれなんですよね。私のね、おばあちゃんと親父のね、命日なんですよね。重なってるんですよ。2人ともね。死とは何なのか分かりませんね。ずっと昔のね、やっと2年10ヶ月かかって、ようやく100人登録者になりましたけれどもね、2億人登録者まであと少しですけれどもね、そうなんですよ。ずいぶん前のどこの動画か忘れましたけれどもね、言ってるんですけど、私予知夢を見ましてね、おばあちゃんの時も親父の時もその前年ぐらいにですね、前年の冬あたりぐらいにね、二人ともね、いや一回一回ですよ、おばあちゃんの時も親父の時もね、桜が満開の中ね、なんかいっぱい人がいてガヤガヤしている中で、なんかね、おばあちゃんの時も親父の時もなんかね、桜の木の下でこうなんかにっこりしてたりね、なぜか桜の木の下にいたりとかしたんですよ、おばあちゃんとか親父がね。あっという夢を見て、でやっぱりね、強烈ですから。でも予知夢と言ってもこれも微妙なんですけれどもね、やっぱり2人ともね、近い将来死ぬんじゃないかっていう自分の意識がね、そういう風なものを見させたのかもしれませんけれども、桜がキーワードだなと思ってて、なんでだろうと思ったらね、そのおばあちゃんのケースも親父のケースも
4月9日ね、桜の季節に死んだんですよね。恐ろしい。これ予知夢だと思うんですけれどもね。まあスピリチュアルもね、僕はオカルト大好きだし陰謀論も大好きだし、でもねほとんど嘘ですからね、皆さんね。そこら辺をしっかりとね、信じる信じないかはなんていうねのんきな話じゃなくて、9割方嘘ばっかりですからね。そんなものにのめり込んでね、お金をむしられないようにしましょうね。そう、詐欺師とかね、そう占いだったりとかスピリチュアルだったり宗教だったりっていうものは必ずねお金をむしってきますから、その時点で嘘ですから、皆さん気をつけましょうね。それはまあいいとして、そうなんですよね。なんでこんな話をしたのかというと、まあ命日だったっていうのもありますけれど、あれですよね。丹波哲郎とかね、なんか新倉巌とかね、なんか昔いたじゃないですか、著名な人にね、なんか死後の世界はっていうようなね、あれだけ死後の世界に興味があった連中がですよね、言うなれば性格的にもなんだろうな、僕のオカルト好きを知っていたおばあちゃんや親父というものがですよ、ちっとも幽霊になっても現れてこないし、夢にも現れないし、唯一ね2人が死んで、そうですね、親父が死んでまだ1年経つか経たないかぐらいかな、労働から帰ってきてね、シャワーも浴びずに疲れ切ってうたた寝をね、こうやってうたた寝をしている時に疲れ切ってね、すごいここぐらいの距離から2人に怒鳴られるっていう夢なのか完全に聞こえましたけれどもね。ネガティブネガティブってなんか怒った声でね怒られました。それではーっと目が覚めてねっていうようなことがありましたけれども、全くねそれ以外何にもないですよね。何なんですかね。著名人もそうだしね、私の大好きなね爆竹のあっちゃんもね年末死んじゃいましたけれど、いろんな人が死んでるわけですよ。いろんな人が死んでるのにね、なんかパワーがありそうな人、なさそうな人、身近な人ね、毎日毎日いっぱい死んでいくわけですけどね、誰一人としてコンタクトを取りに来ないっていうのは何なんでしょうね。オカルト好きだからこそなんか期待をしつつもね出てこないですよね。なんか昔のね預言者のような奇跡を起こせとは言いませんけれども、なんか世界中でですよ、なんかそういうねイエスの復活じゃないですけど、なんか動画に撮られるぐらいのなんかね、私は復活したぞみたいなね、そういうアピールみたいなやつをね、世の中いっぱいたくさん変なやついるじゃないですか。その割にはね全く現れないっていうのはやっぱりね不思議だなと思うわけです。不可思議だなと思うわけですよね。なんだろうな。私は死後の世界あると信じてるんですけれどもね、それはね神のクソゲーを人間にやらせた上でのクソゲーをですよ、やらせた上でのなんて言うんだろう、本当にゲームみたいな話なんじゃないのかな。で神はもっと言えば宇宙人みたいなね
非常に冷酷無情なね、ちっとも優しくないと思ってますけれども、そう一つのゲームクソゲーなんじゃないのかな。クソゲー説、実験クソゲー説。人間の魂に肉を持たせた上でクソゲーをやらせて修行と称した地獄に放り込んで苦労させて何がしか楽しんでる連中、それが宇宙人的な冷酷な神だと思うんですけれどもね。よく修行って言うじゃないですか。この世に生まれてね、そう輪廻転生があって、そこで悟った人はね神様的になれるみたいな、そういう話ねいっぱい聞かされてましたけどね、オカルト好きなんでね、どうもね怪しいな。修行ならばね、悲劇的に小さいうちになんか虐待されて死んだ子供とかね、なんか理不尽な交通事故で殺されちゃったりとかする人たくさんいるじゃないですか。わけのわかんない病気とかね。あんな何の修行にもならないじゃないですか。そして冒頭申し上げたように、僕の大嫌いなね、身分固定の上での日本を腐らせている元凶のであるね、労働を強いる上級国民たち、ね、これはもう一人残らず滅ぼすべきだと、私、ネガティブマンね。日本はもう滅びるけれども、世界も滅びるけれども、やっぱりね、奴らを先にね、血祭りにあげるのが筋なんじゃないのかなと思います。そうで、上級国民に生まれても底辺に生まれてもですよ、なんか人が悪くなって死んでいくケースが多くないですか、ね、どう考えても10人いたとしたらですよ、2人ぐらいは善人とかね、苦労した上でなんか良い心をね、なんか良い魂になってなんかね、善行で浄化されてね、天国に行けるみたいなイメージはありますけど、どうですか。10人中8割ぐらいはね、でもこの世に生まれたからこそね、なんか劣悪な感情だったり行いだったりとかね、外事みたいな行動をしてついつい失敗を重ねてね、私のようにね、もっともっと劣悪になって悪魔的になってね、オカルト的に言うなら悪魔的になって劣悪的になって死んでいくんだからね。天国地獄があるとするのならばね、地獄が常に拡大し続けるだけなんじゃないのかという観点から見るとですよね、中盤申し上げたように、この世界が修行の場っていうのはちょっと無理がありませんか。修行の場にしてはみんな薄汚い根性でね、根性を身につけさせられて、なんかなんていうんだろうな、世間に揉まれすぎて薄汚い感情をいっぱい溜めて行動を起こしてね、いっぱい人を傷つけつつ死んでいくんじゃないですか。8割方そうじゃないですか。ね、修行になってないと思うんですよね。そこでお前は悪さばっかりしてね、表面上はいい人ぶってお前内心はねズブズブの悪だったじゃないかみたいな、そういうところまで調べ上げられた日にはですよ、やっぱり8割方地獄に落ちるわけです。地獄は無限に宇宙のように拡大していかざるを得ないと思うんですよね。エントロピーのようにね。それは良くないんじゃないですか。ってことはこれ修行じゃないんじゃないのかっていうね、それを考慮するとむしろ修行じゃないんじゃないのか。大体上級に生まれた方がね、悪行をあんまりなさなかったりもしますからね。存在自体が悪なのでね、僕は許しませんけど、一人も許しませんけれどもね、上級国民はね。
だからクソゲーをわざとさせられているから、この世界の善悪っていうものはあんまり考慮されないんじゃないのかなって思うんですよね。そして冒頭申し上げたように、その証拠としてですよ、この世界で生きたっていうことがあんまりなんかこう重要視されないっていうことはゲームじゃないですかね。異世界に転生してみたみたいなね。そう地位牛がちいちい夢見るね、ナロー小説みたいなねことが本当にその通りなんじゃないのかなって思うんですよね。疑わしい、非常に疑わしいですね。クソゲーをプレイさせられてるだけなんじゃないのかな。その証拠にやっぱりね、死んだ人のこの世界に対するリアクションが薄すぎる、なさすぎる。これは怪しい。非常に怪しいと思いますね。そして死というものを考えるときにね、そう無神論だったり、あの世がないみたいに考える人たちは、いや死んだらね、肉体は灰となってね、意識はなくなるんだと。そう、意識はなくなってこう無になるんだ、ね、永遠の無であるっていうね、のたまう人たちが後を絶ちませんけれども、それもまたなんか極端でどうなんだろうな、って思うんですよね。それはそれですごい怖いじゃないですか。だから死について考え始めるとものすごい怖くなっちゃいますけど、なんかね、無になるんだっていう人もいれば、いやなんか宇宙と一体になって宇宙に溶け込んでいくんだみたいな人たちもいますよね。死ぬとね。そうまあ確かにね、なんか宇宙の一部になったりとか、なんかある種のエネルギー体の一部になるからこそ、なんだろう、意識というものがなくて、故にこの世界に対してのね、先ほど申し上げたようなリアクションが薄いんだっていう理論になるっていうこともまあまあ分かりますけどね。いやでもそれはそれですごい怖いことですよね。個がなくなる、個性がなくなるっていうのはものすごい怖いことですしね。せっかくね、こうなんて言うんでしょう、世界を滅ぼすっていうような思想までね高めたねネガティブマンとしては、やっぱりねちょっとは個性が残ってほしいなって思うんですよね。そうなるとですよ、そうなるとなんていうのかな、地獄っていうものであれ、天国っていうものであれ、死後の世界はあった方がいいんじゃないのか、いいんじゃねえかなって思うわけですよね。地獄です。まあこの世界すでに地獄ですけど、地獄でもないよりあった方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。地獄があって、そこでなんかね、鬼みたいなやつとかね、なんかすごいパワハラをとかいろいろ激詰めしてくるね、なんかね、あの世の役人みたいなやつらにいじめられるとしてもですよ、してもなんだろう、意識があってね、いやいや我こそはネガティブマンであると言えた方が幸せかなとは思うんですよね。だからあの世が本当はあってほしいという気持ちが、死というものを考えるときにね、デッドオブボディということを考えるとね、そうすごく地獄でいいからあってほしいなっていう気もしますね。自分の個性、自分の考えっていうものが消滅してね、宇宙と一体になるとか、もう完全な無、虚無に飲み込まれて全くの無っていうのはどうですか。ちょっと怖いな、そういうの怖いなって思うわけですよね。
それならまだ地獄があってね、自分の意識がまだあった方がね、なんかワンチャンね、そう。そこで塩らしくして、いやもう、この世界には二度とね、このクソゲーは二度とプレイしたくないですけれどもね、生まれ変わるとしたら宇宙人に生まれ変わりたいですよね。こういうもう、地球を否定してますからね、私ね。もちろん、この世界を否定するものですけれどもね、世界は滅ぼすべきである。神の失敗作である。と思います。思いますけれどもね、そんな悪口言ってる私は地獄確定。でも地獄あった方がいいような気がするんですよね。地獄でもね、そう、あった方が、そう、なんか個性がなくなる、ね、自分、ね、せっかくこうね、こう憎しみを燃やしながら日々生きている中で、なんかこうね、いろいろ考えたことだったりとかがね、全て書き消されるっていうのは、なんか悲しいですよね。この世界で苦しまされてね、死んだら虚無、無ですよ、nothing。ね、ソウルナッシングになるっていうのはちょっとね、夢がないなって、希望がなさすぎて嫌だなって思うわけですよ。だから地獄があるんだったらあるんで、別に落としてもらっても構わないけれども、あった方が、ね、こう、なんて言うんでしょうね。そう。ネット軍師としてもね、そこの、そう、地獄で会いたいやつもいますからね。そう。この世では殺しきれなかった。ね、僕の大嫌いな連中がいっぱいいますから、やっぱり地獄であってね、もうね、なんていうのかな、もう、なんて言えばいいんでしょうね、もう気の済むまで殴りたいんですよね。そう、助走をつけてね、気の済むまで、やっぱりね、こうミッキー・ロークの猫パンチでね、こうね、こう粘土のようにこう形がなくなるまでこうね叩きたいんですよね。そういう憎しみがあるわけですから、やっぱり地獄はあった方がいいのかな。地獄ですらなんかこう自分の意識っていうものがあった方が少しはいい気がするんですよね。というのが私の死についての希望というか、だって何もなくなったらちょっと怖すぎるな。そうなると死が怖くなりますけれどもね、みんな平気で死んでいきますからね。そう。頼りがないのが怖いっていうのがあるんですよね、僕はね。死んだ人たちはなんで生前僕とあれだけね、くだらない話をして仲が良かったりとかしたのにね。そう、おじさんになってくるとそういう知り合いがね、死んでもちっともリアクションが来ないのが非常に寂しいんですよね。というくだらない話をしてみました。明日にも今日にも世界が滅びますように。特に上級国民はね、いち早くね、苦しんで滅びますように。ネガティブマンでした。